こんにちは。株式会社オージーフーズ品質管理部の和田です。今日はよろしくお願いします。通信販売を始めようという飲食店様からのお問い合わせはより一層増えております。皆様は食品の種類、保存温度などによって表示方法のルールが変わることはご存知でしょうか？いつもと同じ表示をしているのに保存温度を変えたからといって誤った表示になってしまってトラブルの発生ということになると困りますよね。この動画ではそういった表示の間違いを起こさないために表示方法のルールが変わる場合について説明いたします。まずは保存温度によって表示が変わる場合です。保存温度は表示項目で言えば保存方法の項目ですね。この温度によって表示が変わる場合とは冷凍しているか冷凍していないかということになります。食品表示に関係する法令では食品を冷凍すると調理冷凍食品といった別の分類の食品になってしまうためです。別の分類になるため表示ルールがそれに合わせたものに変わるということになります。特にコロッケやとんかつなどの商品では冷凍しているかしていないかで表示方法が大きく異なりますので注意が必要です。また東京都や神奈川県、京都市などの地方自治体では調理冷凍食品に独自の表示ルールを定めています。その地域で販売しなければ問題はないのですが、全国で通信販売をする場合は対象となりますのでご注意ください。次は食品の種類によって表示が変わる場合です。冷凍の場合でもありましたが、分類が異なる場合です。冷凍だけではなく、冷蔵や常温の商品でも分類が細かく分けられています。そのため同じ表示方法で全ての食品の表示は作成できません。独自の表示ルールがある代表的なものとしては漬物やジュース類、乳製品などがあります。例えばこちら豚の生姜焼きの表示になります。一般的な記載方法となっています。これが漬物となると名称、原材料名の書き方を変更する必要があります。このように食品によって表示ルールが異なりますのでご注意ください。通信販売を行う際には今一度表示ルールを確認することをお勧めいたします。最後に食品の分類が変わらなくても表示ルールが加わる場合です。これは商品パッケージに記載された強調表現が原因です。例えば新潟県産のコシヒカリを使用、タンパク質豊富などと強調した場合です。強調表現を行った場合、その種類によって追加で必要な表示やできなくなる表示が発生します。商品の良さをアピールしたくなりますが、表現にもルールがありますので注意が必要です。なお、表示方法が気になるけれど確認方法がわからない、これからどうすればよいのかといった際には我々オージーフーズにご相談ください。弊社の品質管理部隊は2万件以上の食品表示に携わってきた豊富な実績のある食品のプロや有資格者です。幅広い種類の食品の表示に対応ができます。皆様の表示作成のお手伝いをさせていただきますので、詳しくは弊社のホームページをご覧ください。我々オージーフーズにお任せください。